皆さんこんにちは、さくらあんです。今回は 3COINS のコントローラーを紹介したいと思います。300円を中心価格とした雑貨を販売している 3COINS から発売され、品切れ続出の人気商品。任天堂スイッチ対応のワイヤレスゲームコントローラーをゲットしました。このワイヤレスゲームコントローラー、一つ気になる点があって、以前別の動画で紹介した、この Amazon で販売している1000円以下で購入できる激安コントローラーと外観がそっくりなんです。現在は在庫切れで再入荷の予定なしのようなんですが、このコントローラーは握り心地やボタンの操作感は良かったのですが、スティックの感度がちょっと滑らかではなかったり、ジャイロが時折反転したり、と残念な点が見られたコントローラーでした。3COINS のコントローラーは、この激安コントローラーと見た目がそっくりですが、価格は税込み2750円。性能はどうなのかなとすごく気になります。早速開封してレビューしてみたいと思います。内容物は、ワイヤレスゲームコントローラー本体、USB Type A to C ケーブル、取扱説明書、保証書です。色展開はアイボリーとブラウンです。対応機器は任天堂スイッチです。接続方法は Bluetooth 接続と有線接続です。付属のケーブルは約80センチなので、有線接続するには少し短く感じます。サイズは横幅約16センチ、縦幅約11センチ、厚さ約5センチです。プロコンより一回り大きいですね。重さは約 212g です。プロコンと比べると少し軽いですね。約3時間の充電で、連続動作時間は約8から12時間となっています。正面の外観はこんな感じです。激安コントローラーと全く同じですね。A、B ボタンまでグリップがあり、変わったデザインです。A、B、X、Y ボタンのサイズは約 9.4 ミリです。プロコンよりも小さめですね。ツルツルしていて丸っこい形状です。押し心地はしっかりクリック感があります。プロコンと比べてみると硬い押し心地です。十字ボタンの直径は約 21.8 ミリです。十字ボタンもしっかり硬い押し心地です。ちなみに激安コントローラーには2種類の D パッドキャップが付属されていますが、
3COINS のコントローラーには付属されていません。スティックの直径は約 15.8 ミリです。プロコンよりも小さいですね。素材はゴム素材で中心がへこんでいる形状です。縁にはしっかり溝があります。ゴム素材ですが、あまりゴム感が強くないです。さらっとしていて、ちょっと滑りやすそうな素材です。スティックの押し込みボタンはしっかりクリック感があります。その他には、ホームボタン、キャプチャーボタン、ターボボタンなどが搭載されています。ターボボタンは簡単に連射ホールドを設定することができます。ちなみに、ホームボタン長押しでスイッチのスリープを解除することはできませんでした。上部の外観はこんな感じです。ボタンの形状やサイズなど、激安コントローラーと同じですが、ボタン表記が違いますね。L、R ボタンは大きくてしっかりクリック感のある押し心地です。少しプラスチック感が強い甲高い音がしますね。LZ、RZ ボタンはボタン式です。プロコンのボタン式とは違って、見た目がトリガー式のようなボタンですね。形状は違いますが、プロコンと似ている押し心地です。実は、激安コントローラーと形状は全く同じですが、激安コントローラーはトリガー式です。3COINS のコントローラーと激安コントローラーの大きな違いはここですね。Nintendo Switch 用にはトリガーではなく、プロコンと同じボタン式の方が使いやすいですね。背面の外観はこんな感じです。背面も激安コントローラーと全く同じですね。背面ボタンなどは搭載されていません。底面にも特に何も搭載されていません。グリップはかなり変わった形状をしています。こんなに上まであるのは珍しいですよね。形状は激安コントローラーと全く同じです。素材はゴム素材です。よく見るとかなり細かいラメが入っています。スティックと同じくそんなにゴム感が強くないさらっとした素材ですね。スティックと同じくちょっと滑りやすいような感じがします。激安コントローラーの素材の方がゴム感が強くて滑りにくいですね。グリップやスティックのゴム素材は激安コントローラーの方が滑りにくくていいなぁと思いました。また、ちょっと浮いていて隙間があるのが気になりますね。激安コントローラーも同じく隙間があるので、こういう仕様なんでしょうか。握り心地はグリップが大きいのでしっかり握ることができます。プロコンのグリップに慣れている方にはかなり大きく感じるかと思います。次は一番気になる性能をチェックしてみたいと思います。スティック感度を調べてみます。
激安コントローラーはスティック感度がカクカクしていて滑らかではなかったり、デッドゾーンが大きくてゲームプレイで思い通りの操作ができませんでした。3COINS のコントローラーはどうでしょうか？上下左右しっかり手の動き通りに反応しますね。ぐるぐる回してみると、カクカクすることはなく、ぬるぬる滑らかです。ほんの少し傾けてみると、このように反応しない領域があります。少しデッドゾーンはあるようですね。ですが、激安コントローラーに比べると、スティック感度はかなりいいと思います。次はジャイロ感度を調べてみます。激安コントローラーはゲームプレイ中にジャイロが反転したりして、ジャイロ操作に難ありだったので、一番気になるポイントです。3COINS のコントローラーのジャイロ感度はどうでしょうか？上下左右、手の動きと同じように反応していますね。素早く動かしてみると、ほんの少し上下の遅延を感じます。ですが、ほんの少しなので、ゲームプレイに大きな支障があるほどの遅延ではないかなと思います。激安コントローラーのように反転することはなさそうですね。一安心です。思っていた以上にジャイロ感度はいいですね。一番心配な部分だったので、これは嬉しいです。実際に任天堂スイッチでスプラトゥーン3とフォートナイトをプレイしてみました。A、B、X、Y ボタンや十字ボタンが固めの押し心地ですが、特に気になるほどではなく操作することができました。上部の LZ、RZ がボタン式なのが嬉しいですね。プロコンやジョイコンと同じ感覚で操作することができます。気になるジャイロですが、素早い操作時に上下のジャイロにほんの少し遅延を感じましたが、その点はゲームプレイ中には特に気になりませんでした。またゲームプレイ中に反転することはありませんでした。ジャイロが重要なスプラトゥーンも問題なく楽しむことができると思います。スティックに少しデッドゾーンがありましたが、キャラコンに影響があるほど気になるデッドゾーンではないかなという印象です。気になったのが、コントローラーが充電中の時にこの LED がずっと点滅しているところです。このようにスイッチに接続していない時はまだいいのですが、スイッチに接続すると充電中は一番右の LED がずっと点滅します。充電が完了すれば LED は消えるそうです。有線接続で遊んでいるとき、充電がマックスではなかったらずっと一番右の LED が点滅しているので、ゲームプレイ中視界に入ってきてちょっと気になりました。またコントローラーの振動がかなり強いので、初めはびっくりしました。私は慣れたら気にならなくなりましたが、気になる方はスイッチの設定で振動をオフにすることをお勧めします。その他に気になる点や違和感は特にありませんでした。税込み
2750円でこの性能であれば十分遊べるお得なコントローラーだと思います。今回は3COINS のワイヤレスゲームコントローラーを紹介しました。紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方は、高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。